皆さんこんにちは、近藤美蔵です。今回からツインレイの男性が抱える4つの問題と題して、4回に分けてその内容をご紹介したいと思います。4つの問題とは、お金、女性、健康、そして心です。一部が当てはまる場合もあれば、すべてが当てはまるかもしれませんが、心当たりがある人は多いと思います。その中で今回はお金の問題にフォーカスをしてお話ししたいと思います。それではシリウス中継、スタート。ツインレイの男性が抱えている問題の中でも特に多いのがお金の問題です。それはお金がありすぎるかなさすぎるかのどちらかですが、後者の方が圧倒的に多い傾向にあります。ツインレイの男性との出会いはお金のない状態で出会う場合もあれば、もともとはお金があったのに出会ってからなくなっていくケースもあります。なぜ彼らがお金に恵まれないのか、その理由をセッションを通しながら長く思案してきましたが、今のところ考えられる理由が3つあります。1つは彼らがお金に対する執着を持っていないこと。もう1つはカルマの問題が関係していること。そして最後の理由は女性の自立を促していること。一つ一つご説明していきたいと思います。ツインレイの男性はお金に対する執着があまりありません。というよりもお金のために生きていないと表現した方が的確だと思います。自分が存在している理由はお金を稼ぐためでないと思っているため、生きるためにお金を稼ぐという概念がないのです。言い換えれば彼らの視点は3次元の物質界を超えていて、自分ができる地上への働きこそが重要であると思っているのです。しかし現実は生きていく上でお金が必要であるため、理想と現実のギャップに苦しんでいるようにも見えます。不思議なのはツインレイの女性はその傾向が少なく、経済観念が男性よりも発達していて、もっと現実的であること。そのため男性のそのような状況や考え方を理解できなかったり、お金の問題を受け入れることに葛藤を感じていることも多いと思います。ツインレイの男性がお金に苦労することに関わっている2つ目の理由がカルマの問題です。私たちのカルマがお金と一緒に生産されることはよくあることで、お金が流れることで目に見えないカルマも一緒に流れます。そしてツインレイの男性がお金に恵まれない理由も同様に、お金に苦労したりお金が出ていくことでカルマを生産している場合もあると思います。カルマとは過去世から持ち越してきた課題であるため、その背景には過去世の出来事が影響しています。もしかしたらツインレイの男性の過去世はお金で人々を苦しめたり、お金によって心ない人生を生きた時代があるかもしれません。というのもツインレイの男性は過去世において地位のある人物であったり、権力を持っていた人であったことが多いからです。愛のカルマは愛に苦しむことで生産されるように、お金のカルマはお金によって生産されるのです。そして最後にツインレイの男性がお金に恵まれない最も大きな理由は、ツインレイの女性の自立を促すためです。ご存知のようにツインレイは地上への光の働きを持っています。
そしてその光の働きを先導するのは女性が多いと思います。もしツインレイの男性に大きな経済力があるなら、ツインレイの女性が社会に出る必要はなく、その経済力に守られて穏やかに生きることを選択するかもしれません。しかし運命はそのような安心や安定を女性に与えてくれないようです。自らの力で立ち上がり、自らの力を発動するために、運命はツインレイの女性に圧力をかけ続けます。私たちが自分の力を発揮するとき、それはサバイバルな状況に立たされたり、守らなければならない何かがあるときです。ツインレイの女性は男性に経済力がないことで、期待や依存を捨てて自立に意識を向けることができるのです。それは自分自身や家族を守るためであり、さらにはツインレイの男性を守ろうとする愛が働いています。そしてその力は女性の潜在能力を強めて、本来の力を発揮して光の存在へと変化することを促します。シングルマザーが子供を守るために、過酷な状況下でも昼夜問わず働けるように、愛する人を守るために女性が発動する力はとても偉大なのです。それからもう一つ、女性が自立することにつながる地球レベルの理由も考えられます。長く男性上位であったこの地上のバランスを回復するために、女性たちが本来の力を発揮する必要があるからです。それも社会に向けて発動していくことで、地上の調和とバランスが回復に向かいます。ツインレイと出会った女性が甘やかされない状況に立たされるのも、女性たちが本来の力を発揮するためでもあるのです。以上です。ツインレイの男性の問題をこのように表現するのも初めてのことですが、私が本当にツインレイだと思っている方々には、ほとんどと言っていいほど男性側のお金の問題がついて回っています。しかも統合してからも女性の力によって経済面が守られることが多い傾向にあるため、ツインレイのあり方がこれまでの地上の男女の立ち位置と逆に向かっていて、それを先導しているとも考えられます。私が思うに、男性が主で女性が従となるよりも、女性が主で男性が従となる方が調和であると思います。それはこれまでの地球の概念をひっくり返すものであり、もっと大きく言えば地上の闇を光に変える力でもあると思います。今回は男性が持つ闇としてお金の問題をお話ししましたが、本当はそれは問題ではなく、これからの地上に必要な光の働きのためでもあることを、実はここまでお話をしながら改めて感じる次第です。ツインレイの皆さん、頑張らなければならないことはたくさんあると思いますが、私たち女性の力がこれからの地上を救います。世の中に愛と調和の光を発動するためにも、自らの力を振り絞って超えてまいりましょう。それでは、シリウス中継を終わります。